今から1100年前の西暦900年、スコットランド北東部のダノッターという断崖絶壁の地で一人の王が死にました。その王の名はドウナール2世。しかし彼の死は単なる一人の支配者の最後ではありませんでした。実はこの瞬間は後のスコットランドにつながる国が記録に現れるようになるその転換点だったのです。こんにちは。中世スコットランド史を研究している中川祐希です。この動画をご覧いただくことで、なぜドウナール2世の死が歴史の転換点となったのか、そしてピクト人の王からアルバ王への劇的な変化が何を意味していたのかを知ることができます。今日のポイントは3つです。まず、ドウナール2世がどのような人物だったのか。次に、彼の時代に起こった称号の変化の謎。そして最後に、その変化が後の歴史に与えた影響について見ていきます。まず、ドウナール2世がどのような時代に生きた人物だったのかをお話しします。ドウナール2世、正式にはコンスタンティーンの子ドウナールは、9世紀後半から10世紀初頭にかけて現在のスコットランドの中央部を統治した王でした。彼の祖父にあたるのがスコットランドの歴史でも有名な王の一人、アルピーンの子キネーズ、通称ケネス・マカルピンです。キネーズは9世紀の半ば頃にピクト人の王位を獲得し、後のスコットランドの王朝の基礎を築いた人物として知られています。しかし、ドウナールの人生は決して平坦なものではありませんでした。彼の父、コンスタンティーン一世は876年、バイキングとの戦いで戦死をします。次に、王位はコンスタンティーン一世の弟、つまりドウナールの叔父にあたるエーズへと移ります。しかし、このエーズも878年に殺害されてしまいます。興味深いことに、アイルランドの年代記は、彼がその仲間らによって殺害されたと記しています。王権内部での争いがあったことが示唆されます。エーズの死後、実権はエオハズとギリックという人物たちに移ります。この間、ドウナールは何をしていたのでしょうか。記録がないので推測に頼るより他ないのですが、ある研究者は興味深い仮説を提示しています。彼によれば、ドウナールはいとこのコンスタンティーン、後のコンスタンティーン2世とともにアイルランドへと亡命していた可能性があるというのです。889年、ドウナール2世はついに王位につきます。彼の治世で最も注目すべきは、11年後の900年に起こったある出来事です。アイルランドの年代記、アルスター年代記やスコット人の年代記を見てみましょう。そこには、アルバ王、コンスタンティーンの子ドウナールが死去と記されています。このアルバ王という称号こそが歴史の謎なのです。なぜならば、ドウナールの祖父キネーズや父のコンスタンティーン一世、そして叔父のエーズはすべてピクト人の王と呼ばれていたからです。アルスター年代記を見ると、キネーズは858年の死亡記事でピクト人の王、コンスタンティーン一世は876年にピクト人の王、エーズは878年にピクト人の王と記されています。それが突然900年になってドウナール2世はアルバ王と呼ばれるようになったのです。この変化は何を意味するのでしょうか。まず、アルバという言葉について説明をしましょう。これはゲール語でブリテン島全体を指す古い言葉でした。しかし、900年頃からこの言葉は現在のスコットランドに相当する地域を指す
より狭い概念として使われるようになります。研究者たちはこの称号の変化を王国のアイデンティティがピクト人という民族的な枠組みからアルバというより領域的な国の観念へと移行した画期的な出来事だと解釈しています。つまり特定の民族に基づく王国から領土に基づく王国への転換が起こったというのです。その背景として支配者層のゲール化が進んだと考えられています。ピクト人とゲール系のスコット人、この両者が混在する王国において、支配者たちは自らの王国の起源とアイデンティティをゲール的な文脈で再創造したというわけです。そしてその人々は外からはアルバの民と呼ばれ、自分たちのことをスコット人、これはつまりゲール人と同じ意味ですが、と呼ぶようになっていきます。ピクト人とスコット人が融合していった結果、自分たちはスコット人だというアイデンティティが確立していったというわけです。そしてまさにこのスコット人の土地という意味の言葉がスコットランドというわけです。なので900年頃に起こったこのアイデンティティの変化が現代まで続くスコットランドやスコット人という概念が生まれる大きなターニングポイントだったと考えられているわけです。しかし、この新しい王国の成立は血と悲劇の上に築かれていました。ドウナール2世の治世はバイキングとの激しい抗争の時代でした。アルバ王年代記によれば、ノース人がピクト人の土地を荒廃させたと記されています。興味深いことに、この記録ではまだ王国がピクト人の土地と呼ばれており、アルバという用語への移行が完全ではなかったことが伺えます。そして900年、ドウナール2世の運命の時が訪れます。ダノッター、現在のストーンヘイブン近くにある断崖絶壁の地で、彼はバイキングによって殺害されました。アルバ王年代記は明確にダノッターの砦で彼は異教徒によって殺されたと記しています。20世紀の一部の研究者は後代の伝承に基づいてこれを内紛の結果だと解釈しましたが、現在ではバイキングとの戦いで戦死したとするのが通説です。ダノッターは北海に突き出した岩山の上にある天然の要塞で、現在でも後世のものになりますが、その遺跡を見ることができます。ここでドウナール2世が最後の戦いを繰り広げた光景を想像すると、この新しい王国の誕生がいかに困難な状況の中で成し遂げられたかがわかります。ドウナール2世の死は確かに一つの時代の終わりでした。しかし同時にそれは新しい時代の始まりでもありました。彼が初めてアルバ王と呼ばれたことで、その後1000年以上続くスコットランド王国のアイデンティティが確立されました。ピクト人という民族的な概念からアルバへという領域的な概念への転換、そして我々はスコット人だというアイデンティティの変化は中世ヨーロッパにおける王国の形成の重要な事例の一つです。この変化は決して自動的に起こったものではありません。バイキングの脅威、内部の権力争い、そして文化的な統合という複雑な要因が絡み合って実現されたと考えられています。現代の研究者たちはこの変化の具体的な背景や時期について今でも議論を続けています。それは限られた資料から歴史の真実を読み取ることへの困難さを物語っていますが、同時に900年という年が確実に歴史の転換点であったことも示しています。ヒストソフィア、本日の話はここまでとできればと思います。また次回も歴史の探求でお会いしましょう。ご清聴ありがとうございました。